英語でキャッシュペイメント520万ルーブルって書いてありますけど、そんな外国人労働者にも従軍してほしいって切羽詰まってんのかな。許可を取るためには従軍しなきゃいけないという新たなルールができました。もういかにもソ連風の公務員、鋭い目で見てます。いつ自分の番になるか分かんないですよ。取られました。ムカつくな、本モスクワに来て8年近く。気がつけばビザの更新、居住登録、在留許可、この国の手続きにどんどん深くはまり込んでいました。そしてついに次のステップへ。永住許可の申請を準備していたそのタイミングでエージェントから連絡が来ました。永住許可を取るためには軍との契約が必要になりました。今までの努力は全部水の泡でした。仕方なくその一段階前の臨時滞在許可を取りに極寒の移民局へ向かいました。これはその日の話です。また移民局に来てるんですけど、悲しいお知らせがあります。こちらの在留許可じゃなくて永住許可か、それを取ろうとしてるんですけどね、永住許可を取るためには従軍しなきゃいけないという新たなルールができました。2025年11月、プーチン大統領が署名した大統領令。内容はシンプルです。外国人男性がロシアの永住許可を申請する場合、軍務契約への署名が必要になった。まさにその時、自分はロシアの永住許可を申請しようとしていたので、すぐにそれは取りやめました。なので、いろいろ大変な手続きやってきて、最終これですよ。今日はね、永住許可ではなくて、その前の段階の RVP っていうのがあって、それを取るんですけど、その先の永住許可っていうのはもらうんであれば、軍事作戦ね、特別軍事作戦に私も参加しなければいけないということらしいです。そんな外国人労働者にも従軍してほしいって切羽詰まってんのかな、本当に。みんな色々聞かれるんですけど、日本のパスポートだけはね、表紙見せるだけでみんな通してくれるってね、非常にありがたいです。相変わらず、中央アジア、コーカサス系の人たちが大量に歩いてます。寒くて、手がすぐ凍りそうになるので、そんな長く撮影できないんですけど、頑張って撮影します。珍しいですね、この白人系のね、人たちというか、色の白い人たちはね、少ないですよ。ただ、ベラルーシとかウクライナとかモルドバとか、あちらの人たちも、外国人としてこちらに来る必要ありますので、もちろんそういう人たちもいます。このドアじゃないみたいだな。3つ目のセキュリティを抜けて、次建物入れそうですね。なぜこの RVP っていうのを取りたいかっていうと、それを取得するとこちらで若干ね、ビジネスやりやすくなるっていう、それだけですね。あと出入りした時にいちいちその警察にその住所を届け出しなくてもよくなるはずなんですよね。もういかにもソ連風の公務員のおばちゃんが鋭い目で見てます。ちゃんと手伝ってくれるんですけど、言葉遣いがすごい結構、きついっていうかね、先生みたいな感じなんですよね。ロシアあるあるですね。番号をもらいました。この待合室でこの番号を待つということですね。こちら待合室で、番号がね、よくわからないルールで出てくるんで、いつ自分の番になるかわかんないんですよ。だからずっとこの画面の前で待機してなきゃいけないっていうね、非常に怖いシステムです。順番通りで出てくれば、ある程度、このぐらいの時間に来ればいいかなって予想つくんですけど、それが全然わかんないですよ。今0174が出てるんで、0171まで
3人のような気がするんですけど、多分そうじゃないですよね。こちらに来てる人たちの面々ですね。永住許可の取得を待ってる人たちです。大体ベラルーシ人とかウクライナ人、モルドバ人と周辺のソ連の国々から来た人たちですね。ウズベキスタン人とか、その辺りが多いですね。キルギスタンとカザフスタンについては確か別の協定で永住許可取らなくてもロシアに滞在できるんだと思いますが、こういった周辺諸国の人たちがほとんどですね。ヨーロッパ人、日本人等はめちゃくちゃ少ないです。最近はところで待合室でこんなものを見つけました。英語で書かれた兵士募集のチラシです。1年目の報酬は520万ルーブル、日本円でざっくり800万円ほど現金払い。前線に行く前にまず100万円が支払われ、その後は月々37万円ほどが支給されます。さらに1年間の従軍を終えればロシア国籍を取得する権利が得られるとも書いてあります。英語でですね、キャッシュペイメント from 520万ルーブルって書いてありますけど、兵隊の募集ですね。それ英語でもやってるんですね。37万円ぐらいが月々支払われますと。ロシアの給与水準からしたら相当高いですね。大卒の給料がまだまだ6万ルーブルとか8万ルーブルとかそのぐらいなんで、その3倍ぐらいのイメージですね。1年間のこの従軍を終えたらロシアの市民権、つまり国籍をね、取得する権利を得られますよということと、18歳から50歳まで健康であることと、ロシア語が流暢に話せることって書いてあるんですけど、これ結構きついんじゃないかな。ギリコミュニケーションできるとかそういうレベルでも多分大丈夫だと思うんですよね。英語で書いてあるということは旧ソ連圏の中央アジアの人たちだけじゃなくて、もっと幅広い外国人を対象にしているということですよね。インド人なのかアフリカの人なのか。ちなみに2026年2月の今回の訪問でも同じようなパンフレットが置いてありました。移民局に在留許可の手続きに来たら軍への勧誘チラシが置いてある。ロシアらしいといえばロシアらしい光景です。実際この永住許可取得の申請をするときに軍への参加に準備ができているかみたいな質問項目があったんですよね。窓口の人は普通に選んでみたいな風に言ってきて、そのままする気はないという風に書いて出したんですけども、この軍への参加意思の件について以前の訪問の時は窓口で署名を求められました。窓口の人からそのノーのところにチェックしてサインをしてって言われたんです。それで躊躇していたら窓口の人が言ったんです。イエスならイエスでもいいけどって。あの時の空気感は今でも忘れられません。このタイミングで友人からこんなメッセージが流れてきました。1年以上滞在するなら軍役みたいなニュースが流れてるけど大丈夫なの？すぐに調べてみたところ不穏な情報が書かれていました。とっさにまずいなと思いました。中国の領事館がロシア在住の自国民にこんな警告を出していました。ロシアに長期滞在する外国人の成人男性には1年以上の兵役義務が生じる。適用対象は臨時居住許可を保持し、かつ少なくともロシア連邦に満1年以上居住している。これを見て私の友人が X に投稿。長年ロシアで商売している友達がガチガチに回答するけどどうすんだろう。この投稿は393回もリポストされ12万回も閲覧されていました。そう私のことです。ただ記事をよく調べると VNC 永住許可を申請する場合に軍との契約が必要という話でした。私はその前段階です。今すぐ徴兵されるわけではない。ひとまず義務ではないことを理解しました。ただしロシアで法律は突然頻繁に変わります。今後も注視していく必要があります。書類で見てもらってサインをしてまた呼ばれるということですね。何にサインするんだろうな。
サインしろってことなんですけど、一応ね、何書いてるか読まないと。バタバタしたら後ろのやつが先に来て取られました。ムカつくな本当。あとは名前呼ばれるの待つだけだそうだし。いや結構時間かかるねやっぱり。今3時28分。いやもうめちゃくちゃ疲れた。さすがにね、もういつからいるんだろうな。携帯の電池もこれなくなってきたんで、一旦撮影できなくなるかもしれないんで、まあここでなんとか待ってね、車に戻るまで頑張ります。ほんとね、自分の名前が呼ばれたのかもよくわかんないからさ、すごい不安になるんだよね。なんか後回しにされてんのかなとか。まあとにかく希望を持って待ちます。ここでスマホの電源が切れました。順番がわからないので外を散歩することもできない。名前が呼ばれてないか常に気を張って待ってなければいけない。10分待てばいいのか3時間待てばいいのか全く見当がつかない。固く冷たいベンチに座りながら中空を見つめて呆然と待ち続けました。はい、というわけで、いやー、なんとか終わりましたよ。11時半に着いて、そっからこのパスポートもらったのが、4時半だからかれこれ5時間ぐらいあそこにね座ってたわけですよ。もう途中ね携帯の電池切れて、もうそのなんかニュース記事読むとかさ、そういうことも何もできないし、あそこにとにかく硬い椅子に座ってただ呆然と待つだけ。辛かったですね。順番がわからないんで、いつ呼ばれるかわかんないんですよ。とにかく呼ぶって言うから自分の名前が呼ばれるのを待つんですけど、いつそれがね5分後なのか3時間後なのかもう全然わかんないわけですよ。だから、あそこでとにかく突っ立って待たなきゃいけないんですけど、それがちょっと辛かったですね。まあとにかくもらえてよかったです。一時居住権かで、まあ3年ぐらいいられるらしいんですけど、まあ意味があったのかどうかちょっとわかんないですけども、もうしょうがないですね。高度人材ビザでも3年滞在できる。じゃあ RVP を取る意味は何だったのか。本当は次のステップ VNG 永住許可を取るつもりでした。でもそれも今回の件で断念しました。というわけで相変わらずのなんか高圧的なね、外国人への、厳しい扱いですけれども、まあ仕方ないですね。まあとにかく自分はね、自分のやるべきことに集中して、なんとか、このユーラシアの地でね生きていきたいと思います。ロシアに住む外国人への締め付けはこの数年で着実に厳しくなっています。2018年滞在登録は非現実的に面倒になりました。自分だけではなく大家と一緒に役所に出向かなければ登録できない。こんな面倒くさいなら誰も外国人にアパートなんて貸しません。2021年定期的な健康診断と証明書の取得は義務になりました。毎年行列に並んで他の外国人と共に国営の医療機関で診断を受けます。2024年から2025年にかけて携帯番号の取得が劇的に難しくなりました。携帯番号を持つためだけに生体認証の登録、保険番号の取得、携帯端末の識別番号の登録が必要になりました。全部紐付けられてます。対応しなければ回線停止です。実際に私は手続きが間に合わず回線が停止になりました。そしてウクライナの件、その後のコンサートホールのテロ事件以降、外国人にアパートを貸してくれる大家は極めて少なくなりました。これは法律ではなく社会の空気です。そして今年 VNG 永住許可を申請するためには軍との契約が必要になりました。来てほしいのか来てほしくないのか正直よくわからない。労働市場では人材不足が叫ばれているのに、外国人にとってはどんどん住みにくくなっている。移民問題は世界的に今課題なので理解はできますが、当事者としては複雑です。ロシアというのは厳格に見えて適当なところは適当、締め付けがあるかと思えば抜け穴がある。相変わらずミステリアスで気まぐれなところです。そんなところで私は今も漂流しています。というわけでね、面白かったかな。
またこういう動画出してきますんで、それとそうだ、今日ね、移民局に来てたの、中央アジアとかコーカサス地帯からの、旧ソ連地帯からの労働者がいっぱいいるわけですけど、どういう人たちが来てるのかっていうのを語った動画もありますんで、ぜひそれご覧ください。なんか中国ナンバーのトラック走ってますね。そこって中央アジアの人がいっぱいいて、まるで雰囲気がですね、ロシアじゃない中央アジアみたいな感じなんですよ。兵隊、来ませんかとこう溜まってるんですよ。タクシーいるかとかこう斡旋してる人が多いみたいなんですけど、カメラダメってなんか言ってましたよね。金払ってるんでエージェント雇ってたので、ものすごい長い時間待って苦しんでるんでしょうけど、私もね何回も経験してます。ロシアってヨーロッパの一番東の方にあって中央アジアに接してるじゃないですか。でこの間歴史的にも遊牧民の影響を受けてるという話をしましたけれども、まさに中央アジアと言えるんじゃないかぐらい中央アジアと密接な関係にあるわけですよね。